今回の動画では、サイドストーリー、吹雪すギークと同時に実装されるオペレーター。私にできる仕事なら全部任せて。ここに来たのは、ドクターに少しでも休んでもらうためだから。重装オペレーター、オーロラの紹介及び解説を行っていきます。ドクター、私はオーロラ。ボス、クロージャさんから話はよく聞いてるよ。あなたを守るって約束もしてあるから。オーロラはイエラグ出身のウルサス人で、ロドスには鉱石病の治療のために訪れ、オペレーターテストに合格したため、現在はエリートオペレーターであるシャープの部隊と、エンジニア部オペレーターの2つの肩書きで活動を行っています。彼女はイエラグ出身ではあるものの、イエラグで鉱石病を患ったというわけではなく、シルバーアッシュ家の支援を受け、クルビアに留学に行った際に鉱石病を患いました。イエラグの三大貴族の一つであるシルバーアッシュ家から支援を受けていたということからもわかるように優秀な人物で、また非常に心優しくもあります。資料に記載されているサイレンスの書簡によれば、オーロラが鉱石病に感染した理由は、クルビアに留学した後に訪れた極北氷原での原石氷災害に探検隊隊員たちは見舞われ、隊員たちを氷から守るためにオーロラを含めた何人かはジンの最も外縁に立っていたからだろうとのこと。結果的には鉱石病に感染してしまうという状況を生み出してはしまいましたが、命を失うという状況にまで至らなかったのは、オーロラが極低温下での防御工学に精通していたからなのかもしれません。オーロラが左手に持っている巨大な盾のような武器は、彼女自身が設計し、作成したもので、イエラグの希少金属を主な構成材料としているため、高度と人生を備え、中規模程度の災害にも耐えうるほどの耐性を持ち、超低温環境下においても優れた耐久性能を持ちます。また、表面にはクルビアの先端実験室が開発した耐食性雪煙コーティングを付加、原石密度が高い環境下においても安定した動作が確保されています。そして、シールドの下部にある3つの爪のようなパーツも装飾というわけではなく、ワイルドライバ機能、つまり食い打ち機のような機能を搭載しており、この杭体は瞬間的に自由伸縮する機能も持ち合わせているため、表現環境下でのキャンプ設営の他にシールドを直立させる際にも役に立っています。それだけではありません。シールドの前面下には人工降雪機も搭載されており、人工降雪機を起動させることでオーロラのアーツを補助、前方3メートル以内を極低温下にします。ほとんどの人にとってはこの低温環境下は耐えられるものではありませんが、オーロラの故郷からすれば日常的なものであり、むしろ故郷の温かみを感じるとのこと。これらの技術にはロドスですら感心をするほどで、彼女がロドスに訪れた後にエンジニア部に加入したのもごく自然的なものと言えます。彼女がなぜこのような防御に特化した工学に精通しているのか、それはおそらくは幼少期の遊びが理由でしょう。オーロラは兄とその仲間たちと毎日薄い氷を掘り出し、それらを四角形に切り出し、家を作るという遊びを朝から夜までずっとしていました。作られた家はお粗末なもので、天井もなく、3から4人しか入れず、翌日には漁師たちに壊されてしまうというようなものでしたが、それでも気にせずオーロラたちは作り続けました。つまるところ、彼らは遊びの中で自然と低温環境下での生き方を学んでいたというわけです。オーロラの低温環境下での防御工学は、ここから発展していったものと思われます。しかし、オーロラの家族はその後、シルバーアッシュ家の領地に引っ越すことになり、父と兄は鉱山に働きに行くことが多くなってしまい、遊ぶことはめっきり減ってしまいました。そんな状況に寂しさを感じてしまった幼いオーロラは、こっそりと後をついていくことになるのですが、途中で見失ってしまい遭難。幸いオーロラの兄が彼女を見つけ出したので、事なきを得ました。兄はその時オーロラに雪山の将来や鉱山で動く機械など様々なことを教えましたが、オーロラは理解はできませんでした。しかし、オーロラの心はそれを覚えていたようで、オーロラが防御工学の道に進んだのは、いつしか自分が建てた家が堅牢な砦になって、イエラグ全体を守る砦になってほしいという願いからでしょう。そして、今回のイベントで彼女は久しぶりにイエラグに戻ることになります。今回の主な目的はシルバーアッシュに招待されたドクターをシャープ部隊の一員として護衛するため、選ばれた理由の一つはイエラグの地理を知っているから、
そしてもう一つは、シルバーアッシュに加担する可能性が低いだろうというドーベルマンの考えです。ロドスに在籍するイエラグ出身のオペレーターたちは、巫女であるクラマニクスを除くと、クーリエ、マッターホルン、クリフハートと、どうしてもシルバーアッシュとの関係を断ち切れない人たちであり、特に前者2人に関してはシルバーアッシュの従者のため、何らかの事態が発生した場合は、ロドスと敵対する可能性が高くはあります。その点で言えば、オーロラはシルバーアッシュ家の援助を受けていたものの、彼女はロドスの理念や目標に賛同しているので、今回に至ってはイエラグ側につく可能性は低いと判断され、ドクターに同行することとなりました。ただ、今回に限ってはという話であり、オーロラの最終的な目標はイエラグを守るということにあるので、いつかはロドスから離れ、イエラグを守る戦いに身を投じる未来もあるのかもしれません。なお、彼女のコードネームであるオーロラの由来はそのまま、天体の極域近辺に見られる大気の発光現象であるオーロラに由来します。オーロラはイエラグでは神の目覚めのメッセージともされており、実際にその目でオーロラを見ることが彼女の願いでした。しかし、緯度の関係からかイエラグではオーロラはほとんど見ることができません。そこで彼女は、学校が計画する極地に向かう試験団に積極的に応募し、オーロラが見られるとされているサーミに何度も足を運びました。結果的に彼女はオーロラを見ることができ、幼い頃からの願いを叶えることができたのですが、そこで戦術した天才に巻き込まれ、原石病に感染、その後は生けずじまいとなっています。それでも諦めずに今でも生きたいと考えており、そんな願いを知ったロドスはマゼランにオーロラのことを紹介。マゼランは熱心にオーロラのことを探検に招待しているとのこと。いつか彼女たちが再びサーミの地でオーロラをその目で見ることができる日も来るのかもしれません。オーロラのモチーフとなっている生物は非常にわかりやすいと思います。北極圏や北アメリカ大陸北部などに生息しているクマ、北極グマです。北極グマの生態などは以前にチェイの解説動画にて紹介しているので省略。今回はなぜ北極グマが南極にはいないのかについて軽く紹介します。北極グマは種類的にはヒグマと非常に近縁な種類で、ヒグマの系統はユーラシア大陸と北アメリカ大陸の広範囲に生息しています。300万年ほど前、北アメリカと南アメリカ大陸は陸続きとなり、そこでメガネグマの祖先たちは南アメリカ大陸へと進出しました。そうなれば次は南極大陸という考えになりますが、南アメリカ大陸と南極大陸が陸続きだったのは6000万年前。つまり、メガネグマが南アメリカ大陸に進出した頃には、南極に向かうための陸がもう存在していなかったのです。なので、南極では北極グマのようなクマは存在せず、代わりにヒョウアザラシが頂点捕食者として君臨することになりました。この勲章、家に送ってもいい？病気になっちゃったけど、悪いことばっかりじゃないよってお母さんに伝えたいんだ。私もまだまだこれからだからね。オーロラは U ネクテス以来となる決闘者タイプの重装オペレーターで、ブロック1、さらには敵をブロックしている間しか SP がたまらないというデメリットを持ちますが、非常に高いステータスと、後ほど紹介するスキル2の爆発的な火力を特徴としています。ブロック数や配置コストなどのステータスは同じタイプの U ネクテスとほぼ同じ。配置コストのみ、レアリティの関係上、1だけオーロラの方が低くなっています。潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、防御力プラス27、素質強化、コストマイナス1となっており、目玉となる強化内容は、潜在4の防御力プラス27、潜在5の素質強化となります。潜在4段階目の防御力プラス27はスキル1の強化に、潜在5段階目の素質強化は、リジェネ効果が 0.5% 上昇するので、オーロラの潜在強化を目指すのであれば、潜在4または潜在5まで強化するといいでしょう。HP や攻撃力などのステータスは、決闘者らしくいずれの数値もかなり高め。U ネクテスというレアリティ的に上の存在がいるので、トップの数値というものはありませんが、HP、攻撃力、防御力はいずれも星5でありながら、全オペレーター中、トップ20に入るという高さなので、ステータスに関して言えば、何かの数値が極端に高かったり、低かったりというものはありません。オーロラのステータスと他のオペレーターのステータスを比較した表が上記の通り、オーロラのステータスは防御力のみが U ネクテスを上回る数値となっており、それ以外の数値は U ネクテスよりも1割程度低めといったところ、
とはいえ、それでも非常に高いステータスを所持していることに変わりはなく、相変わらずステータスで殴ることができる数値になっていると言えます。オーロラの素質は、昇進1で習得する低音休憩のみ。低音休憩は、オーロラ化スキルを使用していない状態かつ、現在の SP が最大値の半分以下だった場合、攻撃を停止し、HP が毎秒最大 3% ずつ回復するという素質。特性の敵をブロックしなければ SP が回復しないという弱点を少し風変わりな方向から緩和する素質で、敵を攻撃せずにあえてブロックし続けることで SP を回復。火力が高いがゆえに雑魚敵を抱えることができず、SP の回復が遅くなりがちという決闘者の弱点をある程度緩和することができます。また、敵の攻撃力が低ければリジェネ効果によって HP も回復できるので、オーロラを短期で使用することができるルートもいくつかあるでしょう。素質による HP の回復量を比較した表が上記の通り、リジェネの倍率は最大 3.5% なので高いというわけではありませんが、オーロラは HP が高いのでその影響でリジェネによる回復量もやや高めの部類。とはいえ、信頼しきれる回復量というわけでもないので、リジェネへの過度な期待は禁物といったレベルです。スキル1、故郷古種は、スキル発動中、ブロック数が2増加、防御力が大きく上昇し、レジストを獲得。スキル終了後は5秒間スタン状態になるというスキル。ブロック数と防御力を上昇させて敵をブロックし、持ち前の火力で殴るというのがこのスキルの特徴で、形的には決闘者から星熊や2円のような従順英士になるというイメージ。ただ、火力面は大きく異なっているので、クオーラのようにただただブロックするだけではなく、ある程度の敵であれば殲滅することも可能です。このスキルによって上昇する防御力は、スキルレベル7で 180%、特化3で 210% となっており、オーロラの元々の防御力自体は、重装の中では非常に高いという部類ではないのですが、スキル発動中は数値が跳ね上がることになり、防御力は最大で2238という凄まじい数値となります。ここまでの数値となると、パトリオット進撃形態の通常攻撃である4回攻撃を耐えるどころか、4回攻撃を2回受けてもオーロラは倒れることはありません。スキル1発動時のオーロラのステータスと他のオペレーターのスキル発動時のステータスを比較した表が上記の通り、上の表からもわかる通り、オーロラのスキル発動時の防御力だけ明らかに頭一つ抜け出ており、防御型のスキルではないので上の表では抜いていますが、ユーネクテスのスキル3発動時の防御力はスキルレベル7で1507なので、レアリティとしては上位互換になるはずのユーネクテスすらも、シガにも書けない数値となっています。スキル1発動中のオーロラの物理防御力は、最強クラスの硬さを誇ると言っても過言ではないでしょう。また、他のオペレーターのスキルと比べて、スキル発動に必要な SP が半分以下となっているのも魅力的。なのにもかかわらず、スキル発動時間は30秒となっているので、スキル発動中の効果に関してはおおよそ問題はないと言えます。一方で、問題点が決してないというわけではありません。一つは、スキルが発動している間しか、レジスト効果が付与されていないという点。オーロラの防御力は戦術したように、通常時の防御力はそこまで高いというわけではありません。その上、レジスト効果も常時ではないので、通常時の脆さがやや目立ってしまっています。そしてもう一つは、スキル終了後にスタンしてしまうという点。決闘者は通常時のブロック数が1なので、他の重装のように敵をブロックするのが役目というわけではありませんが、それでも防御スキルという敵を殲滅しづらいスキル内容で、配置場所次第では単に敵をせき止めただけになりかねません。そしてスキル終了後にはスタンによって敵がなだれ込んでくる、そんなパターンもあり得ます。ただ、スタン効果によって相手をあえて後ろに流すということも可能なので、ある意味で通常時のオーロラの脆さを補ってくれているとも言えます。この点に関しては完全にドクターの腕の見せ所です。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置き、または発動に必要な SP が減少する特化にまで強化することをお勧めします。スキル1、人工降雪はスキル発動中、攻撃間隔がわずかに延長、攻撃力が上昇、攻撃対象に 2.5 秒間持続する寒冷効果を付与し、対象がすでに凍結状態なのであれば、寒冷効果を付与せず、さらに攻撃力が大幅に上昇するというスキル。なお、スキル2は弾薬スキルとなっているので、ドクター自身がスキルを終了させるか、弾薬を9発打ち切ることでスキルは終了します。スキル内容は6章などで登場した敵ユニット、アイスブレイカーそのものと言えるようなものとなっており、
凍結している敵に対して凄まじいダメージを与えることができます。オーロラ単体でも1発目で寒冷、2発目で凍結、3発目で大ダメージを与えるということは可能ですが、その場合、1サイクルを回すのに弾薬を3発消費することになるので、スキル発動1回につき3回しか大ダメージを与えることができません。なので、基本的にはイエラやノーシスといった寒冷を敵に付与できる他のオペレーターと組み合わせることが望ましくなっています。また、スキル1にも言えることですが、スキルを発動するためには敵をブロックして SP を貯めなければならないので、その点での工夫も必要となっています。例えば、オーロラの配置方向を敵が進んでくる方向とは逆に配置し、敵をブロックするまでオーロラが攻撃しないようにするといった工夫をすると良さで、スキル2の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、凍結状態の敵を攻撃した際の単発火力は4600弱と非常に高い数値となっています。そして敵が全て凍結している状態であれば総ダメージは4万を超えることになるので、一発あたりの火力が高いスキルにありがちな総ダメージは低いということもなく、非常に強力なスキルに仕上がっていると言えます。一方で凍結状態でない敵を攻撃した際の単発火力は1500程度と決して低くはないのですが、弾薬数を考えると物足りないというのが正直なところ。そのため、やはり他の慣例を付与できるオペレーターと組み合わせるのが非常に望ましくなっています。スキルにはまさしくアイスブレイカーのような能力になっているスキルで、相手に一撃必殺とも言える火力を叩き込むことが可能です。一方で、相手が凍結状態でなければ、威力はおおよそ3分の1にまで半減してしまうので、オーロラが攻撃する相手をいかに凍結状態にしておくかが非常に重要となります。オーロラ短期でも凍結まで持っていくことは可能ですが、やはりノーシスやイエラ、特に単体で凍結を長時間継続できるノーシスと組み合わせることで総火力を大きく上昇させることができるので、スキル2を運用する際は、ぜひともオーロラと同時に実装されるオペレーターも同行させることをお勧めします。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化時の火力などの上昇率は均一なものとなっているので、スキルレベル7以降であればどれでも構いません。素材的に許せる段階まで特化しましょう。オーロラのスキルは訓練室に関するもの一つとなっており、無昇進の状態では訓練室に協力者として配置時、重装の訓練速度をプラス 30% し、昇進2にすることで訓練者が訓練するスキルのレベルが特化1であれば、訓練速度がさらにプラス 45% されるという、前衛の赤冬、特殊のロビンなどの重装版といえる基地スキルとなっています。訓練時間は通常の8時間から4時間半弱まで短縮されるので、このスキルのためにオーロラを昇進させる必要性はそこまで高くはありませんが、オーロラを昇進させているのであれば、優先的に訓練室に配置してあげましょう。それでは実際にオーロラを使用していきます。今回使用するステージは7の16。オーロラのステータスは昇進2のレベル80、スキル2のスキルレベルは特化3となります。今回は同じく慣例を付与できるオペレーターであるノーシスと組み合わせて使用します。どこに向か飯を食ってねえのか。全力で来い。私向きの地形だね。本気で行くよ。ドクター、スキル発動後は攻撃速度が 25% 低下するため、通常時の 1.6 秒から 2.0 秒に減速。攻撃を受けた敵は寒冷、凍結、大ダメージの順に攻撃を受けることになります。なお、今回6700近くのダメージが発生しているのはノーシスの素質によるもので、ノーシスは自身の攻撃範囲内にいる敵が凍結した際、その敵に脆弱を付与するため、オーロラの火力はさらに凄まじいことになります。そして、スキル終了後は素質の効果によってブロック中でも攻撃を停止、リジェネ効果が発生し、SP がどんどん溜まっていく状態になります。SP が半分以上になったタイミングで攻撃を再開、同時にリジェネ効果も停止します。それは変わらないもの。命令を。雪が家族を温める。了解した。一つアイデアが浮かんできた。了解した。一つアイデアが浮かんできた。
前に進むぞ。この程度で止まると思うな。故郷の雪は私と共に。連綿たる山。私の思考を妨げる。諦めるな。この程度で止まると思うな。すぐに終わる。プログラム治療モード適用。ノーシスと組み合わせることで最大火力で殴ることができる回数も大きく増加。今回のノーシスのスキルは2なので凍結時間が短くはなっていますが、スキル3は最長13秒もの間敵を凍結状態にしてくれるので猶予となる時間もさらに長くなります。私の声に応える。騒がしい。命令を。雪が敵の血を凍てつかせる。予想通り。了解した。予想通り。予測通りの戦いでした。完璧です。オーロラは U ネクテス以来となる決闘者タイプの重装オペレーターで、スキル1は対物理攻撃最強クラスの防御力を、スキル2では凍結状態の相手に一撃必殺クラスの攻撃をお見舞いすることができる。スキルによって性能が大きく変わるという特徴を持っています。どちらのスキルも癖が強く、扱うには慣れが必要にはなっていますが、その分の見返りは非常に大きくなっています。そういった意味ではロマンがあるタイプのオペレーターと言えるでしょう。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。オーロラは性能的にロマンが強いため、基本的に特化に関してはお好みで、ただ特化3まで強化するというのであれば、スキル2の方をお勧めします。スキル1はどうしてもオーロラの防御力で耐えたいというような場面が出てきてから特化という形でいいでしょう。以上でオーロラの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。雪山をよく夢に見るんだ。厚い氷に覆われた湖面を走ってる。そんな夢。でも、私の故郷には氷雪だけじゃなくて、谷を覆う緑だって、山を縫うように走る列車だってあるんだ。私の思い出の中のゲラグは、そんな場所だよ。